では、力の見つけ方について解説します。ポイントはこれだけです。接触しているものから力を受けます。また、重力を受けます。大切なのは、受け身で描くこと。注目している物体が受ける力だけを描きます。注目している物体が他に与える力は描いてはいけません。あとは、糸は引くだけで、糸が何かを押すことはない。ポイントはこれだけです。この青い物体に注目すると、この青い物体が受ける力はこのようになります。下の大きな台と接触しているから、この台から力を受ける。そして重力を受ける。この注目している物体が下の台に力を与えてるっしょっていう風にして、こんな風に下向きの矢印を書いてはいけない。この青い注目している物体が受ける力を描くときに、この青い物体が他の物体に与える力は絶対に書いちゃいけないんですね。もし、この青い物体に糸がつながれていて、糸で引っ張られてるんだったら、こんな風に糸に引っ張られる力も書き込みます。やっぱりこれも糸と接触してるから、何らかの力を受けてるはずだなと思って、この力を見つけます。糸は物体を押さないから気をつけて、糸は物体を引くのみで押すことはないから気をつけてください。では問題です。上と下に別な物体があって、それらの物体に挟まれたこの青い物体が受ける力を書きなさい。答えはこのようになります。重力と下の物体に接しているから下の物体から受ける力。上の物体に接しているから上の物体から受ける力。もう一問解いてみましょう。青い物体が受ける力を書きなさい。下の台と接してるから、下の台から力を受ける。糸と接してるから、糸から力を受ける。糸は引くのみで押すことはない。あとは重力。さて、作用反作用の法則ということを勉強したと思います。だけど、ね、作用反作用の法則があったなと思って、ね、この緑の矢印までさっきの問題の時に書き込んでしまうと×になってしまいます。この注目する青い物体が他の物体に与える力を書いちゃいけない。ね、この青い物体が受ける力書けって言われてるのに、この青い物体が他の物体に与える力を書いてはいけないんですね。作用反作用の法則があるから、力って必ずこうやってペアで存在することになるわけだ。だけどこの青い物体が受ける、ね、この重力、この青い物体が受ける重力には、ね、ペアがいないんじゃないかなって思うかもしれない。だけど、ね、この青い物体が地球に惹かれるように、実は地球がこの青い物体に惹かれているんだね。地球がこの青い物体に惹かれているんだ。こんな風に、この重力のペアはここにいたんだね。地球が青い物体に引っ張られる力として存在していたんだ。今回はこの黒い矢印の大きさを適当に書いちゃったけど、もし上向きの矢印の大きさと下向きの矢印の大きさの合計が等しかったら、この青い物体は静止し続ける、もしくは等速度運動をし続けるわけだ。宇宙は静止状態と等速度運動の状態を区別できないんだったよね。で、もしね、この上向きの矢印とこの下向きの矢印の合計を比べて、もし下向きの矢印の合計の方が長いんだったら、この物体は下方向に加速するわけだ。運動方程式を考えれば。